今日はオクラときゅうりの香味野菜漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、オクラときゅうりの香味野菜漬けを作っていきたいと思います。こちらですね、香味野菜がたっぷり入った香り高い漬物なんですが、漬け込み時間はたったの10分で仕上げることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、オクラ、大葉、みょうが、生姜、白だし、お醤油、お砂糖、お酢、白ごま、すりごま。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずきゅうりなんですが、こちら3本分ですね。トータルでだいたいね 280g から 300g ぐらいを用意してみてください。それに対してオクラはね6本使っていきます。ちょっとちっちゃめのオクラですね。大きいものだとね4本ぐらいでいいかなと思います。そして今回香味野菜は大葉、みょうが、生姜、こちらを加えていきます。ここにですね、あとは小ネギなどを入れていただいても美味しいと思います。そして味付けのポイントです。今回はですね、白だしベースで作っていきます。私が使う白だしはヤマキの割烹白だしですね。こちらを使っていきます。白だしに関しましてはメーカーさんによってね、味の濃さが全然変わってきますので、こちらの量はね、調整して作ってみてください。そしてお酢に関しましては、こちらは穀物酢を使っていきます。こちらもお好みのものを使っていただいて OK です。白だしに関しましては、もしない場合はね、こちらはめんつゆで代用していただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにオクラの下準備をします。オクラをね、軽く湯通ししていきます。まずですね、オクラのこの表面にあるね、細かい産毛を取り除いていきます。こちら分量外です。ここに塩をね、小さじ1/2ほどかけてください。そして手のひらを置いて上下に転がして板ずりしていきます。このね、産毛の取り方はね、もともとオクラが入ってたネットを使う方法や他にもいろいろあると思いますので、こちらお好みのね、やり方でやっていただいて OK です。だいたいね30秒ぐらいねこんな感じで板ずりしてください。そしたらこちらのオクラはですね一度軽く湯通ししますので、このまま塩がついた状態で大丈夫です。そしたら続いてこのねヘタの部分ですね、この乾燥している部分を切り落として、そしてあとはねこの黒っぽい部分ですね、こちらガクという部分なんですが、ここから上はね皮も硬くてさらに筋々しい部分になります。なのでこちらをね皮を剥くイメージでね取り除いていきます。こんな感じ、このように取り除いてください。ではね、残りも同じようにやっていきます。はい、オクラはこのようにね、ヘタの部分を切ってください。そしたらこちらを湯通ししていきます。それではね、鍋にお水を張って一度こちらを沸騰させます。はい、沸騰しました。そしたらここにオクラを入れます。そしてだいたいね30秒ぐらいで OK です。さっとね湯通ししていきます。湯通しした後はねすぐね氷水に浸しますので、氷水も用意しておきましょう。はい、そしたらねこちら取り出します。すぐね氷水に浸してください。ちょっとねこのオクラの彩りが鮮やかになるくらいで OK です。そしたらねこのまま 1,2 分ね冷やしておいてください。それでは続いてきゅうりを切っていきます。きゅうりはですねこうやって見ていただくとつるっとしてる方とボコボコしてる方があります。このボコボコしてる方はお花が咲いてる方ですね。そしてこのつるっとしてる方はつるにつながってる方になります。まずこのねつるっとしてる側を 1.5 センチぐらい切り落としてください。そして切り落とした部分をこすり合わせます。そうするとね見えるかな、このようにちょっと白っぽい泡が出てくるの分かりますかね。こちらがきゅうりのアクになります。このように切り口をねこすり合わせるだけできゅうりのアクを取ることができます。こういった漬けレシピを作るときはね、ぜひこちらやってみてください。30秒から1分ぐらいですね。もうあんまり出てこなくなったら OK です。そしたら一度この部分をさっと洗ってください。はい、これで OK です。そしたら反対側のヘタも切り落とします。そしてまず縦半分に切りましょう。怪我をしないようにね切ってください。そしてこちらを斜めの薄切りにします。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。このように切ります。ではね、残りも同じように切っていきます。
きゅうりはこのように切ってください。そしたらね、残りも同じように切っていきます。アク抜きします。こちらも切り落として半分に切ります。切っていきます。はい、このように切ってください。切り終わったらボウルの中に入れましょう。今回ですね、量多めに作ってます。なので、もし量が多いなと思ったら3分の1の量とか、あとは半量で作っていただいても OK です。きゅうりはこのように切ってください。それではね、水にさらしておいたオクラですね。こちら、まずね、水分をしっかり拭き取ってください。水分を拭き取ったら、オクラもね、このまま斜め切りにしていきます。こちらもだいたいね 5mm 幅ぐらいで切ってみてください。こんな感じです。ではね、残りも同じように切っていきます。湯通し時間をね短くすることでオクラのねシャキシャキ感を楽しむことができます。もしねオクラのえぐみとかが気になるなっていう時は1分ぐらいね湯通ししていただいても大丈夫です。オクラはこれで OK です。そしたらね、きゅうりのボウルに入れましょう。はい、こんな感じです。続いてみょうがですね。こちらはまずね、この根元部分を薄く切り落としてください。続いて縦半分に切ります。裏返してみるとですね、このように芯の部分がありますので、ここにね、少し切り込みを入れておきます。そうするとね、根元部分もくっつかず綺麗な細切りになります。ではこのまま薄く切っていきます。こんな感じです。このように綺麗な千切りになります。そしたらね、こちら側も同じように切っていきます。これで OK です。切り終わったみょうがはですね、一度さっと水にさらしてアク抜きします。はい、こんな感じです。このようにさらしてください。それではもう一本も同じように根元を薄く切り落として、そして千切りにしていきます。こちらも水にさらしましょう。みょうがはですね、だいたいこのまま5分ほど水にさらしてください。それでは続いて大葉を切ります。大葉はね、まず茎の部分を切り落とします。そして手前からくるくる巻いてください。こちらを半分に切って切り口を揃えて、そして千切りにしていきましょう。このように一度パラつかせます。塊にならないようにほぐしてください。ほぐしたらこちらもボウルの中に入れましょう。これで OK です。では続いて生姜ですね。こちらはまず皮を剥いてください。はい、そしてまず薄切りにします。そして千切りにしてください。生姜はこれで OK です。そしたらこちらもボウルに入れましょう。はい、こんな感じです。そしたらですね、みょうがも5分経ったので水を切ります。はい、で水を切ってざるにあけたらペーパーでしっかりね水分を拭き取ってください。この時ね、あんまり思いっきり潰さないようにふわっとね水分を取るようにしてください。はい、これで OK です。そしたらこちらもねボウルに入れましょう。ボウルに入れたらね味付けしていきます。まずねこの野菜全体をね一度混ぜてください。今回私はねボウルを使ってますが、ジップ袋とかを使っていただいても OK です。はい、一度ねこのようにしっかり混ぜてください。そしたら続いてここにお砂糖を加えたら一度ね一番最初に全体になじませてください。砂糖はですね他の調味料と一緒に入れてしまうと中にね浸透していかないので、一番最初にねこのように混ぜてください。あとはね残りの材料を入れていきます。まずお酢、お醤油、そして白だし、白ごまとあとはすりごまを加えます。そしてよく混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。そしたらね上にぴったりラップを貼り付けます。そしたらここにねお皿などを置きます。そして上に重しになるようなものですね。今回はポリ袋にお水を入れて上を縛って、そして重しにしてます。何もない時はねこのようにしていただくといいかなと思います。そして上に乗せてこのまま10分漬け込んでいきます。はい、10分経ちました。重しを取ります。
はい、OK です。ラップを外します。こんな感じでね、味が染み込んでます。あとはですね、味見をしていただいて、お好みでね、漬け込み時間は調整してください。10分ぐらいから美味しく召し上がっていただけると思います。はい、これでオクラときゅうりの香味野菜漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、オクラときゅうりはシャキッとした仕上がりになって、しっかり味も染み込んでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もう薬味がもうたっぷりですね。ではいただきます。味がしっかり馴染んでて、この香味野菜の香りが引き立ってすごく美味しいです。そしてオクラときゅうりもシャッキシャキです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオクラときゅうりの香味野菜漬けのポイントです。まずオクラに関してなんですが、こちらを沸騰したお湯で30秒ほどさっと湯通ししてください。そうすることでオクラのえぐみも取れて、さらにオクラのね、シャキッという食感も楽しめます。オクラに関しましては最初に産毛を取って、そして上のね、黒くなってる部分より上の部分ですね、ここは口に残りやすいので、りんごの皮を剥くように取り除いてください。そして湯通しした後はですね、必ず氷水ですぐ冷やすようにしてください。そのまま置いてるとね、オクラがどんどん柔らかくなってしまいますので、シャキッとした食感をね、楽しみたい場合はすぐ氷水で冷やしてください。ただですね、オクラをしっかり茹でたい場合はもちろんね、きちんと茹でていただいても OK です。そしてきゅうりのポイントです。きゅうりはですね、まずヘタがくっついてた方の先端を切り落として、そして切り口同士をこすり合わせてアク抜きしてみてください。そうすることできゅうりのアクとえぐみが抜けて、とても美味しい仕上がりになります。そしてみょうがですね、みょうがに関しましては、切るときはですね、根元の部分が芯でくっついてますので、そこに切り込みを入れて、そして千切りにしてみてください。そうすることでね、全体が綺麗な千切りになります。そして切り終わった後は水に5分ほどさらしてアク抜きをしてください。そうすることでね、すごく食べやすくなると思います。そして全部ね、材料を切り終わったら、一番最初にお砂糖をなじませてください。砂糖をですね、一番最初に加えないと中に浸透していかないので、必ず一番最初に加えて、そして砂糖だけでまずなじませてください。あとは残りの材料を加えて全体をよくなじませて、その後10分ほど漬けてください。漬け込む時はですね、もちろんジップ袋などを使っていただいてもいいですし、今回みたいにボウルで作った場合はラップをね、上に敷いて、そしてお皿を乗せて、そして上に重しを置いて10分ほど漬けてみてください。重しはですね、今回みたいに使わないね、ポリ袋などにお水を入れて、そして上をしっかり縛っていただくと重し代わりになるので、すごく手軽にできると思います。あとはお好みの漬け込み具合で召し上がってください。今回ですね、白だしを使ってますが、もしない場合はこちらはめんつゆで代用してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオクラときゅうりの香味野菜漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。